こんにちは。こんにちは。クロスジムチャンネルです。今日はですね、はい。どうした？猫背が再来しました。ストレッチやった？やってない。ほらへんからや。いやちょっと僕ちょっと続けれなくて、今日よかったらなんですけど、トレーニング、猫背を解消するトレーニングとか教えてもらえればなと思ってちょっと親のトレーナーに相談しに来たんですよ。まあね、ジム筋トレ好きやけどストレッチめんどくさいっていう人多いですからね。そうなんです。筋肉も鍛えられて姿勢も良くなるようなアプローチができるっていう主に背中のトレーニングを今日は紹介していきたいと思います。本日は3点紹介したいと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。頼むで。はい、それではまず最初ですね、1種目目は、バックエクステンション、背筋ですね、上体反らしっていうのをやっていきます。家でだったら簡単にマットなんか引いてもらうと痛くないかなと思いますけども、ジムとか通われてる方だったらストレッチエリアでやっていただければなと思います。でまずですね、このようにうつ伏せに寝ていただきます。で手なんですけども、今回やってもらうのがですね、肘を90度に曲げてもらって、肩と同じラインに肘を持ってきた状態で上体を反らせていきます。なので一番締まるポイントとしては、この腰の部分っていうよりかは少し真ん中ぐらいですねが強く締まるようなのを意識してもらえるといいと思います。じゃあ早速やっていきます。強く締まるポイントはこの辺りですね。で体を起こしていきながら肘を天井に向かってグッと上げていきます。でここで1秒ぐらい止めてあげて、下ろした時は胸で両肘ペターっとつけて、もうゼロの状態でゼロになったらまた一気にグッと締めていきます。で下ろします。いいですね。はい、3。そうでこの時しっかり肘も高く上げてあげてくださいし、はい、ラストいきましょう。5。 OK です。かなり簡単な種目にはなるんですけども、しっかりやっていくとかなりしんどい種目になるので、皆さんもやってみてください。じゃあ次の種目いきたいと思います。それでは2種目目ですね。今度はチューブを使ったシーテッドローイングやっていきます。じゃあまず説明に関してはチューブを用いたやり方で説明させていただきます。まずですね、このように長座体前屈の状態作っていただいて、足にチューブの中央を引っ掛けていただきます。でこの時ですね、体硬い方だったら裏ももがですねかなり伸びて痛いってなる方がほとんどかなと思いますので、そういう方に関しては膝を軽く曲げてあげて、裏ももにストレスがあんまりかからないような状態を作ってあげてください。イメージ、お尻と太ももの境目を地面につけるようにしてもらうと骨盤がまっすぐ立ちやすくなるので、最初のうちはそういった骨盤がちょっと立った状態でやっていただくといいかなと思います。それでは早速動作に移っていきます。これもですね、マシンとかでやっていただくのと一緒で、しっかり胸を張った状態で肩、肘と順番に引いていきます。そうすると肩甲骨がしっかり寄ってきます。で、このまま胸を張ったまま肘を伸ばして肩を出してっていう感じで、今度はストレッチかかっていきます。これをゆっくり丁寧にやっていきます。じゃあ何回かやってみましょうか。1、そう、2、3。で注意点としてはですね、引いてくるときに腕に力が強く入る場合、肩がすくんでしまうので、そうなってくるとなかなか肩甲骨が寄りにくくなってしまいます。なので胸を張って肩がフラットに落ちた状態で、しっかり肩、肘を背中の方に向かって引いてきてあげてください。 OK です。で自分でやってる時にはなかなか肩が上がってる感じがわからないだったり、どうしても上がってしまうという方に関しては、逆手ですね、手のひらが天井に向くように引いていただくと比較的肩が上がりにくくなって肩甲骨寄りやすくなってきます。で順手、手の甲が上の時、
で逆手、手のひらが上の時、どちらも共通して言えることとしては、肘しっかり開いてあげてください。そうすることによって肩甲骨がより寄りやすくなってきます。特に猫背だったり肩こりもですね、この背中の上の部分ですね、かなり凝り固まってしまっている人が多いと思います。そういう方に関しては脇を閉じるよりもしっかり脇を開いてあげて、この僧帽筋っていう肩甲骨周りに付着している筋肉をしっかり動かしてあげることによって肩甲骨よく大きく動きますんで、脇を閉じずに、拳1個分ぐらいで最初はいいです。それぐらい上げて引いてあげるようにしてあげてください。はい、じゃあ次やっていきましょう。はい、続いてはですね、ダンベルのベントオーバーローイングをやっていきます。ではまず最初にフォーム説明からやっていきます。まずですね、足腰幅に開いていただいて、胸を張った状態でお尻をぐっと突き上げながら軽く前傾していきます。だいたい45度から30度ぐらいの間で最初はやってもらうといいかなと思います。正直この状態でかなりきついです。お腹、腰回り、力入ってないと背中が丸くなってしまって腰痛めてしまいますんで、正直これだけでも何もトレーニングしてない人にとってはいいトレーニングになってきます。で、この状態キープしてもらったら、まず胸ぐっと張ります。で、肩引きながら肘を引いていきます。で、また肘を伸ばして肩を下ろして、この動作を繰り返していきます。なので、下ろした時が一番低くて、引いてくる時は胸をぐっと反りますんで、若干角度が上がるような感じになります。これもですね、先ほどのローイングだったりバックエクステンション、上体反らしと同じように、この腰の部分を反らすのではなくて、背中の真ん中部分をぐっと反るように、ここがぐっと強く締まるような感じでやってあげてください。で、トレーニングとしてのベントオーバーローイングに関しては、こう今の感じで肘を斜め後ろに逃がすように引いてあげると、肩甲骨がより寄りやすくなって僧帽筋に効かせることができます。なので、こう外に逃がして引く場合に関しては、ちょっと内に寄せるように下ろしてあげるとストレッチもかかりやすくなります。逆にちょっと手幅を広くしてあげて、肘が背骨に向かって引くような、ちょっと脇締めるような感じですね。こういう感じで引いてきて、ちょっとさっきよりも上体を高く起こしてあげると、広背筋、ちょっと腰回りから脇の方にかけて伸びてる筋肉ですね、そちらにも効かせるように効かせ分けができますんで、必要なタイミングに合わせて使い分けてもらうといいと思います。ありがとう。で、結構長いことやってもらいましたけど、結構あの時間やるっていうのはなかなかしんどいと思うので、もう10回3セットなり、こまめにセット区切ってもらって休憩しながらやってもらうのをおすすめします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見違えましたね。すごいでしょ。もう矢野トレーナーのおかげであんだけ猫背やった僕がもうこんなにもうすごく素晴らしいです。いやー、よかったですね。ありがとうございます。本当にやっぱり猫背の方は比較的多いと思います。トレーニングしててもやっぱりもともと猫背だったり、デスクワークの方も多いと思いますし、あとは最近はほとんどの方がスマートフォンだったり携帯電話持ってますんで、どうしてもこういう感じでだらしない姿勢になってしまうと思うので、しっかり胸を開いて肘を引く動作、あとは腰も基本的にこういう感じで丸まりやすいのでしっかり締めるような動作ですね。そういうのをジムだったり、ご自宅のトレーニングの際にやっていただければなと思います。週2回3回ぐらいできるといいかなと思いますんで、まずは始めるところからやっていってください。この動画が良かったよって方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。ありがとうございました。ありがとうございました。